YouTube。はい、今日はですね、アドリブのフレーズの作り方、251を用いて、なんかちょっとこう、メニューのサブタイトルみたいなんですけど、こちらについて新発表しようと思います。ということですね、アドリブちょっとできるけど、あんまかっこよくならへんなとかね、ちょっと、いつもなんかこう、なんかグレガってなってしまうな、みたいな。そういう方にね、ちょっと今日はこの動画刺さればいいのかなって思うんですけど、まあね、私がこう見てる限りなんですけど、まあなんか、いい感じでできてるけど、もう一つやなってなってる人のほとんど、まあ、それ私の経験ですよ。っていうのは、アドリブにゴールがないんですよね。そもそもアドリブって、メロディーを即興で作るっていうことだと私は思ってるんですけど、そのメロディーって絶対ゴールってあるんですよ。なんとかなんとかなんとかみたいな感じでゴールがあるんですけど、じゃあアドリブになった時にそのゴールみたいなのがなかなかこう作れないっていうパターンの人がちょっと多いんじゃないかなということでね、まあね、そのことについてね、ちょっと説明していこうかなと思うんですけど、合わせて見ていただきたい動画ということでね、このダイアトニックコードをね、説明してる動画ね、見て回ったんですけど、これをね、ちょっと、ちょっと見ていただきたいなということで、あとね、前もこのことについては、一応話はしてるんで、一応載せときますけどね、こういう動画もね、良ければね、ちょっとあんま参考にならんかもしれないですけど、ちょっとね、ついでにっていう感じで、はい、では、参りましょう。どうぞ。はい、ではですね、アドリブのね、フレーズの作り方、251で、ちょっとね、こちらについて、解説していこうかなと思っております。で、今回、題材にするのは、C メジャーの251、Dm7、G7、C メジャー7です。これのね、アドリブの方、フレーズの作り方について、ちょっと解説していこうかなと思っております。で、アドリブって言ってるんですけど、そもそもアドリブって、何なのかっていう話なんですけど、これは結局ね、メロディーを即興で作るっていうことなわけですよね。じゃあまず、そのメロディーの、構造みたいなのが、やっぱ分かってないと難しいと思うんですよね。で、メロディーってゴールがあるんですよね。そのゴールをまず定めないといけないんですよ。そのゴールっていうのはどこかっていうと、トニックですね。トニックのコード。これで言うと、C メジャーセブンスのところですね。このコードの時に、メロディーがやっぱ終わらないとダメなんですね。じゃあ、この時に何の音でメロディーを終えるといいのかっていうと、こちらです。C メジャーセブンスのコードトーン、味噌汁です。味噌汁って何かっていうと、C メジャーセブンスのコードトーン、3度と5度と7度と、0っていうのは9度なんですよね。0の、この9度で終わるのは、だいぶ難しいと思うんですよ。結構、上級者やと思うんで、最初ちょっとピンときにくいと思うんですけど、これで終われたらなかなかいけてるよねっていう、感じではあるんですけれども、3、5、7、9のね、このコードトーンがいいんじゃないかなということで、どうってルートの音じゃないですか。ルートの音で終わったらあかんのかって言ったら、別に終わってもいいんですけど、メロディーがね、完全に終わってしまうんですよ。どうってやると。だから、251って曲の中でいっぱい出てくるんですよ。で、いちいちメロディーが完全に終わってたら、なんか、ってなるんですよ。だから、ルートの音を使うっていう時は、例えば自分のソロが終わる時とか、曲をもう、終わらせるみたいな時に、ドをあえて使うと、つまりルートの音ですよね。それをあえて使うと、終わるんだなって、意思表示にもなるから、いいと思うんですけど、その場面よりもやっぱり251がどんどん続いていくっていうパターンの方が、ちょっとね、多いので、ちょっと3579で終わるとね、いうことで、そこをちょっと心がけていただければなと思います。じゃあ、今回フレーズを、皆様とね、一緒にね、作っていこうかなと思ってるんですけど、条件をね、まずこれはちょっと最初に決めておくと、非常にやりやすいと思うんですよね。条件をきちんとね、ちょっとね、決めないから、なんか、どうしようかな、みたいに、みたいな、どっちつかずなこのフレーズになって、ちょっとフレーズに説得力がね、ちょっとなくなってしまうんじゃないかなって思うんですけども、今回私が
作るフレーズの条件。まず1。これね、終わりの音ね、7度のちょっと C にしてしまいましょう。ね、これを C で終わるということでね。まあ別に意味はないんですけど、まあなんか C がね、音程的にちょっといい高さかなみたいな感じなんで、ちょっとそれをね、選びました。そして、使うスケールは C メジャースケールということでね。キーが C メジャーの251だからっていう理屈なんですけど、こうね、まあちなみにさっきからトニックって言って、まあこうね、言ってるんですけど、トニックって何ってなるんやったら、ちょっと前の動画を見てほしいんですね。ダイアトニックコードね。これはね、もう、やっぱね、そういうことでね、ダイアトニックコードは、まあ、やっぱちょっと大事なんで、まあちょっとね、分かってほしいな、みたいな感じですね。じゃあ、ちょっと早速、このね、条件で作ってみましょう。地図チャンネル。まず、トニックの部分、C メジャーセブンスのところは C なわけですよね。じゃあ、ゴールが C なんやったら、その前って、もちろん近い音がいいじゃないですか。流れ的に。例えば、こちら。レドシとか、ソラシみたいな。流れ的におかしくないじゃないですか。それか、これおかしくないじゃないですか。例えばなんですけど、上のドーラで下 C とか言ったら、絶対流れ的におかしいじゃないですか。なんか不自然ですよね。ということで、このね、ゴールの C に対して、ちょっと近い音をちょっとチョイスしていくっていうことで、じゃあまあ今回はレドシをね、ちょっと採用しましょう。レドシね。あとはもう同じ理屈なんですけど、このレドシの前って、それこそさっきの話と一緒なんですけど、近い音を選ばないとダメじゃないですか。例えばですけど、ファーミーとか。これ自然ですよね。で、まあこの辺まで決まったら、もうあとは同じことなんですけど、次まあ考えていくのはもう Dm7 のコードの部分になってくると思うんですけど、シラソとかもありやろうし、ラドミソとかね。まあアルペジオですけど。アルペジオを使う、まあ、ちょっとね、すっごい小手先の話なんですけど、アルペジオを使うとね、ちょっとジャズっぽくなるんで、まあ、いいかなとか、ちょっと思ったりするんですけど、まあね、じゃあちょっとね、ジャズっぽく、ラドミソって言ってみましょうか。で、これ続けていくと、はい、まあ、こんな感じでね。で、あとは、こう、リズムですよね。今作ったのって、大体の道筋なんですよ。だから、あとは、例えば、ラドミソファミレドシとか、ラドミソファミレドシとか、いろいろね、こう、リズムをね、自分で、こう、いい感じに、遊んでみるっていうのがね、まあ、いいんじゃないかなって、まあ、ちょっとね、思いますけれども、一回ちょっと吹いてみましょうか。コードに合わせてね。なんかそんな感じでね、いろいろなリズムのバリエーションを作ってね、やってみましたけど、まあこんな感じでね、ちょっとね、フレーズをね、作ってみていただければいいんじゃないかなって、思います。あとはね、こう、これもちょっとすごい大事なんですけど、実際やっぱ、吹いてみないと、やっぱ、ダメなんですよね。だって、いくら、なんていうの？机上の空論じゃないけど、ぐーって、なんか理屈だけでぐーって考えても、やっぱりね、こう吹いてみた時の、なんかやっぱ雰囲気ってあるんですよ。これ、
雰囲気って怒るかもしれないですけど、なんか、雰囲気があるんですよ。やっぱそういう、やっぱ音楽がそういう、なんかやってみてかっこいいみたいな、なんか、理屈じゃない部分ってちょっとあるんで、それもね、ちょっと一回試してみて、どんだけ理屈があってても、なんかあんまかっこよくないなって思う時ってちょっとあるんで、まあね、そういうのをね、ちょっと、いろいろ、ね、試してみることが大事なんじゃないかなって、思いますね。で、あとは、これはもうすごい基本的な話なんで、例えばそのゴールの音を、C じゃなくて、だからソとか、ミとか、その5度とか3度とかに変えてみるとか、あと使うスケールとかも C メジャースケールって言ったけど、例えば、なんか、ビバップスケールとかね、なんか、ちょっと、コンディミとかね、いろいろ難しいスケールがあると思うんですけど、使ってみたかったらね、いろいろ使ってみるといいんちゃうかなって思うんですけど、いろいろ使ってもいいし、その代わりやっぱりメロディーのゴールっていうのは、やっぱ定めておかないと、フレーズがちゃんと返ってこないんですよね。だからそれをね、ちょっときちんと、やっていただくと、いいんじゃないかなという、ことでございます。はい、ということで、終わります。251。ハロー YouTube。今日は、地図チャンネル。はい、いかがでしたでしょうかということでですね、動画の中で、いろいろ書いて、アドリブのフレーズ作ってましたけど、これね、ぜひね、皆さんね、やっていただくと、いいんじゃないかなって思いますね。最初からね、頭でイメージして吹くのは、ちょっと難しいなって思う方は、絶対そうしていただいた方が、いいかなと思いますね。私はね、ちょっとね、書くんめんどくさかったんで、ちょっとこういうのやってこなかったんですけど、ね、それはいいのか悪いのか、ちょっと、でもね、書いた方がいいんですかね。わかんないですけど、でも一旦ね、書いて、ちゃんとアドリブの構造みたいなのをね、理解するっていう意味では大事なのかなって、思いますね。ということで、ちょっとね、ぜひ、お試しいただければなということでございます。では、今日はこれで終わりです。この動画が面白い、役に立ったと思っていただいた方は、高評価を。チャンネル登録もよろしくね。ボーイ。